こんにちは、テリーです。こんばんは、ゆっくりです。ご視聴ありがとうございます。ありがとね。さて前回は、ようやくネザーでトロッコを活用し始めたところです。今回で、頭集めを始めて10話目ね。キリがいいので、ちょっとポイントだけまとめてみました。始めた頃はわからないことだらけでしたが、これまでの検証と公式ウィキの情報から、多くの仕組みが見えてきた感じです。詳しい内容は過去の動画や公式ウィキに譲るとして、一定時間内にウィザースケルトンが湧く量は、建物構造上の湧く率と、モブの数が上限値未満となる回数の掛け算です。建物構造については、ひとまず率を算出できるところまで行き着きました。今後検証を積み重ねれば、計算精度を高めていけると思いますが、こちらで頑張っても、あと2倍程度の効果で頭打ちとなりそうです。一方、上限値の対策の方は、もし対処できれば、8倍前後の効果になると予想してます。ただし、ウィキの情報から得られるヒントが少なく、検証でも一部の仕掛けが見えてきたに過ぎません。これを解明し対処するのが当面の目標です。ちなみに8倍という値は、建物構造の湧く率の算出が可能になってやっと見えてきました。描画距離を10チャンク以上に引き上げれば、おそらく即座に8倍程度になると思います。いずれ検証してみます。そういえば、第1話で描画距離は縛りではないと言っていたわよね。そちらは低い描画距離縛りはしないという趣旨の話です。あと疑問なのだけど、工夫しないでただひたすらウィザースケルトンを買ってた方が早かったりしないの？この企画では頭6つが必要ですから、もしそうしてたら約50時間借り続けることになります。さてでは、レール作りの続きをやっていきます。さて問題は分岐が多いここからです。概略図では丸から先の場所ですね。なるべくレールの数は少ない方が脇に影響を与えずに済むんです。考えがまとまらないので、簡単そうな奥の方から先に手掛けることにしました。レールを敷く箇所は階段を取り去ってしまいます。46体目がいました。さらにもう1体。要塞の主が様子を見に来たわよ。ブラブラしてるだけだと思いますよ。そう？興味を持っているようにも見えるのだけど、しげしげ見てるし。さて、ようやく折り返しまで作りました。きちんと見た方がいいわよ。それより、今度はこの階段を登る分岐を考えないとならないんです。もう後回しにもできないし、さてどうしよう。とりあえずまずこう繋げてみます。階段の上はこれでよくて、あとは、鶏の方から来たら階段の脇に、階段からは鶏の方に抜ければいいわけですね。つまりこうかな。いやこれだとうまくいかないですね。これでどうだ？今度こそできたはず。ぐちゃぐちゃしてるわね。即興で作ってますし、仕方がないです。それでは早速テスト走行してみます。この瞬間がいいですね。ワクワクします。おお無事に登ったわね。でも、階段の上が早すぎて見づらいわね。まあとりあえずここは完成です。嘘？伏線回収来たわね。トロッコを叩けば降りてくれるのかな？間違っても殺しちゃダメよ。ああ、大変なことになりました。まあ喜んでいるみたいだし、よかったんじゃない？おお、ノーダメージで無事に降ろせたわね。いやー、よかったです。一時はどうなることかと思いました。さて今度は、最初の分岐部分から上を作っていきます。予想以上にパワードレールを消耗しますね。
もっと金を持ってくるべきでした。この辺りは階段が多いものね。一旦拠点に戻ります。お、湧いてる。おお、また2体湧いてる。この2体で49体です。いい感じに連続できてるわね。さてでは、リスボーン拠点に金を取りに行ってきます。ちなみにリスボーン拠点に行くときは、途中で飛び降りないとなりません。おー来た来た。さてとりあえず、金はワンスタックもあれば足りそうです。しかし金は余ってしまっていて、何か使い道が欲しいです。金の人参でいいんじゃないの？いや、トロッコ導入したのであまり食べなくなりそうなんです。さてでは続きを作りに行きます。最初の階段部分もなんとか作れました。さっきよりコンパクトになったわね。ネザー要塞の一番奥の、最も入り組んでいるところも一応完成です。もはやどうなってるかわからないわよ。私にもわかりません。さて、一旦拠点からテスト走行してみます。あや、レールを飛び越える先は同じ高さじゃないとダメな場合があるのかな。おお、ウィザースケルトンもようやく50体目です。上にはあと2体もいました。さて、階段手前のレールを一つずらしたので、今度こそ完成したはずです。次の探索で、もう少し遠回りするよう修正しかけたのですが、落下が怖くてやめました。その隙間なら落ちなそうだけど。普通なら落ちないと思いますけど、途中下車した時にトロッコワープしやしないか心配だったんです。そろそろ一旦リスボーンさせに行ってきます。せっかくなので、一度等倍速でお見せしますね。なお、前に70秒で往復できるとお話ししたのは間違いで、往復時間は90秒でした。ぶつかってるし。こういう場合はどうなの？90秒以上かかります。当たり前でしょ。到着。85回目の探索では、間延びした場所をちょっと手直ししました。さて今度こそ完成です。では、こちらも等倍速でご覧ください。なお、今回はモブが湧いてませんし、鶏との衝突もありません。このポイントでは、左右を振り向いてはいけないか確認します。ここの十字路は一瞬しか見えないので、両方見るのは厳しいです。行きと帰りで片方ずつ見ればいいわよ。ここが鶏鑑賞ポイントです。
ここは時間稼ぎのためレールを伸ばしました。さて、ここからカクカクゾーンに入りますのでご注意ください。カクカクしててもトロッコはきっちり走ってるのね。この程度のカクカクは、昔のサクサクパソコンでのプレイで慣れてしまっていますが、それでもやはり、ここをほっとけば通り抜けてくれるのはありがたいです。あ、両方見えた。この後ろは見ないの？湧いてれば追いかけてきますよ。はい、到着。さて、今回はここまでです。探索結果はこんな感じでした。トロッコでの探索は2分ほどでした。今までの探索は早くて3分ほどでしたので、1分間の短縮です。さてもう一つ、ようやくネザー要塞の詳細地図が完成しました。レールを敷いたブロック数をカウントしたので、前の概略図よりもかなり正確にできてます。サイズは縦が131、横が204ブロックでした。前の概略図は4階層に分かれてたけど、今回は重ね合わせているのね。重なっている場所が案外少なかったんです。そういう生成アルゴリズムみたいですね。では今回はこの辺で。ではまたね、バイバイ。